はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。以前牛肉の酢漬け込み熟成をしました。酢の浸透率が良く、お肉は柔らかくなり、保存もしっかりとできていました。ですが、お肉の味がかなり酸っぱくなってしまいました。今回は皮がついている牛タンで酢の漬け込み熟成をすれば、味もちょうどよく美味しくなるんじゃないかと思い挑戦します。それでは早速やっていきましょう。牛タンでの熟成は味の素、塩、バターをやりましたが、漬け込み熟成は今回が初めてです。そして今回使うのが穀物酢です。酢にも色々種類がありますが、詳細は酢漬け込み熟成肉の動画で説明しているので、よかったらそちらを見てみてください。酢に漬け込む料理の代表としてピクルスがありますが、酢に漬け込むことで一定期間日持ちがするので、古くからは西洋では保存食として作られてきました。似ているものでマリネもあってピクルスとごっちゃになるのですが、マリネは酢や油や調味液に浸す調理工程を指します。一方でピクルスは酢などの調味液に漬け込んだ料理のことを指すので、調理法と料理の違いだそうです。また酢は掃除にもよく使われていて、酢酸と呼ばれる酸性の性質を持つ物質を含んでいて、雑菌の増殖を抑える効果があり、アルカリ性の性質を持つ水垢などの汚れを中和して落としやすくする性質があります。調味料として使われているので、体に害はないので、お子様がいる家などでは安全に使えます。ちなみに肉を柔らかくする方法はいくつかあります。大きく分けると、1、物理的に柔らかくする方法。2、果物などに含まれるタンパク質分解酵素によって柔らかくする方法。3、肉の pH を酸性かアルカリ性に傾かせる方法。肉の pH は5くらいで、今回の酢の場合は pH1.8 から 3.8 くらいの間です。なので酸性に傾くことでお肉が柔らかくなります。まずは容器に牛タンを丸ごと入れます。次にお酢を全体に浸かるくらい流し込んでいきます。蓋をしたら準備完了です。完全にいけないことをしている気分です。なんか理科室にありそうですね。夜の学校で理科室の先生の机の上にこれがあったら発狂しそうです。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。それでは1ヶ月経ったので中を見ていきます。いつもの熟成肉ほど目に見える変化はありません。ちょっと水分を吸っているのか、なかなか取り出すことが難しいです。水に入れておくと膨らむ恐竜のおもちゃとかありましたよね。伝わりますか？一旦ボウルに酢を出します。舌先を掴んで引っ張り上げます。匂いは口の中に唾ができるほど酸っぱいです。キッチンペーパーである程度の水分を拭き取ります。漬け込む前に比べて象の皮膚みたいにグレーに変色しました。それでは包丁を使って皮を剥きますと思ったら、手で剥けるほど脆くなっています。今までは皮の内側はそこまで変化はなかったのですが、酢漬け込み熟成は皮の中まで浸透していそうです。皮はつるっと剥けたのですが、細かいのが若干残っているので洗っていきます。綺麗にツルツルになりました。最近かかとのかさつきが気になるので、1ヶ月酢につけておこうかなってことで、中をカットしてトリミングしていきます。中までみずみずしいのでしっかり浸透してそうです。これは酢でマリネした肉ピクルスですね。それでは早速焼いていきましょう。いただきます。今日はクラフトコーラを飲んでいます。これはイタリアのバラ電車が手掛けるコーラで、アフリカのコーラナッツエキスが使用されています。見た目はワインカクテルのようで、普通のコーラのイメージとは違いがあります。味は駄菓子のコーラっぽく、結構甘さが強いというか、粉とかで作る味がします。現在のほとんどのコーラはカラメルで着色されていますが、このコーラはそのカラメルを使用せず、コーラナッツエキスの成分で赤色になり、コーラ本来の方法で色付けされています。後味にシナモンなどの香辛料の香りがしてすっきりとしています。まずは何もしていない牛タンを食べてみます。牛タンの厚さは人それぞれ好みがあると思いますが、ブッチャーはあまり厚すぎない方が実は好きです。それでは牛タン酢漬け込み熟成肉を焼いていきます。焼くと酸っぱい香りが漂います。お肉自体は触った感じ柔らかくなっています。ちょっと焦げ付きやすいですが、焼けたので食べてみます。肩ロースでやった時よりは抑えられていますが、やっぱりまだ酸っぱいです。決してまずいというわけではなく、牛タンピクルスとして出されれば好きな人もいそうです。自分は牛タンとかをポン酢とか酸味のあるタレで食べるのが好きなので、この酸味はありですね。
保存としてはできていたので、もうちょっとつける日にちを短くしてもいいかもしれません。熟成の旨味というよりは酢の味が強いので、そういった意味では失敗なのかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛タン酢漬け込み熟成肉いかがでしたか？ワインビネガーとかも試してみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。